皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマは引っ越しです。皆さんは引っ越しをしたことがありますか？日本ではいろんな季節に引っ越しをすることがありますが、特に3月に引っ越す人がとっても多いです。今日のエピソードでは、どうして3月に引っ越しするか、引っ越しが多いとどうなるか、引っ越しの挨拶の文化といったトピックについて順番にお話ししていきたいと思います。このエピソードはビギナーレベルなので、N5 から N4 ぐらいの言葉と文法をいろいろ使って話します。ぜひ最後まで聞いて一緒に練習してくださいね。それでは始めましょう。ジャパ耳。まずはどうして3月に引っ越しが多いか。これは日本の学校や会社が4月に始まるからです。外国では9月や10月に学校や会社が始まることが多いと聞きます。夏休みの後、新しい生活を始める人が多いそうです。でも日本では春休みの後、4月に学校や会社が始まります。だから日本の3月は新しい生活を準備するタイミングなんです。4月から新しい場所で生活する人は3月までに引っ越しをしなければなりません。引っ越しの会社や不動産の会社は1年の中で3月が一番忙しいと思います。日本には3月で終わり、4月から新しいスタートという考え方があるんです。3月に引っ越しが多いといろいろな問題もあります。例えば、引っ越しの会社の予約が難しくなります。自分が引っ越しをしたい日や時間の予約が難しくなります。予約だけじゃなくてお金の問題もあります。3月の引っ越しは普通の時より料金が高くなります。2月の終わりや4月の初めに引っ越しをすると少し安くなることが多いです。それから引っ越しが多いと街がちょっとざわざわするかもしれません。引っ越しトラックがたくさん走っていたり、道が混んでいたり、段ボールのゴミが増えたりします。いつも静かな街が少しうるさくなるかもしれません。落ち着かないかもしれません。あと、引っ越しの前と後に市役所に行かなければいけないので、3月の市役所はとっても混んでいます。市役所で古い住所から新しい住所に変えなければいけません。だから人が多いし、待ち時間も長いし、ちょっとストレスになると思います。でも、これは日本の毎年のことなので仕方ありません。日本で3月に引っ越しをする人は、
いろいろな問題やストレスがあるかもしれませんが、頑張ってください。日本では引っ越しの時に近所の人に挨拶をする文化があります。特に隣の家や隣の部屋の人、それから上や下の部屋の人に挨拶をします。この挨拶をするとき、どんなことを言ったらいいでしょうか？例えば、はじめまして、隣に引っ越してきました。よろしくお願いします。このように簡単な挨拶で大丈夫です。難しいことは言わなくてもいいです。挨拶の時、何か小さいプレゼントを持っていくこともあります。お菓子を持っていく人が多いと思います。引っ越しをした日か、次の日に挨拶をするのがいいと思います。夜遅い時間より、お昼や夕方の時間の方がいいでしょう。でも、これは昔からの文化で、最近の日本人の中には、引っ越しの挨拶をしない人も増えています。だから、この文化は、しないといけないではなく、した方が親切かもしれないというニュアンスです。私が今のマンションに引っ越したときは、隣の部屋と下の部屋の人に挨拶に行きました。小さいお菓子のプレゼントを持って行きましたが、どちらの部屋の人もいなかったので、お菓子とメッセージカードをドアにかけておきました。メッセージカードによろしくお願いしますと書いておきました。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日は日本の引っ越しについてお話ししました。3月は引っ越しラッシュですが、2月や4月の引っ越しもまあまあ多いです。それから6月や7月に結婚する人が多いので、この季節も引っ越しが少し多いです。あと、9月や10月から新しい会社に入る人もいるので、秋も引っ越しが少し多いかもしれません。皆さんが日本で引っ越しをするときは、引っ越しのタイミングをよく考えると、いろいろな問題が減って、料金も安くなるかもしれないので、ぜひ参考にしてください。ではまた来週、次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。